皆さんこんにちは、日立です。今日は SAO War of the Underworld の第3話をやっていきたいと思います。その前に、まず前回の動画の問題の答えを確認していきたいと思います。前回は1番、ごめん、そこの白いのものとって、こののやものの練習問題を出しました。早速答えです。1番は白いのです。なんでかっていうと、どれっていう言葉があるから、話している。人と話している時にはのを使うという話をしていました。だから1番はの。同じように2番もわかりました。話をしているからことじゃなくて、ものじゃなくての。3つ目。これも同じように皆さんこんにちはっていう風に他の人と話をしているのがわかるのでのを使います。4番。言葉の勉強をするときはたくさん話すことが大切だ。これは特に話しているっていうのがわからない。つまり書いていることとかちょっと正式な時っていうのがわかるのでことを使います。最後、誰かが話している、聞こえるね。聞こえるっていう言葉があるから5番はのを使います。前回の問題の答えの解説でした。じゃあ、今回の動画の内容を見ていきたいと思います。今日は日常ワードが全部で6個。1つ目がんだけど。2つ目がて。はずなのに。あとはくだらないギャグに突っ込みたい。それぞれ言葉だね。あとはどうっていう表現。あとは無理すんなっていう言葉だね。語彙や表現では言ってみればわかるのば。あとは了解っていう言葉。アニメの言葉は何故っていう言葉一つだけ説明したいと思います。じゃあ、まずは日常ワード、日常の言葉から見ていきましょう。ベルクーリさんを助けるために来たんだけど、ごめんなさい。まずは、来たんだけどの、んだけど、んですだね。これは説明の時に使う文法です。使い方はこんな風に食べるんです。食べたんです。食べないんです。暑いんです。暑かったんです。暑くないんです。人間なんです。人間だったんです。人間じゃないんです。好きなんです。好きだったんです。好きじゃないんです。こんな風にいろんな言葉にんですをつけることができます。そして、んですは説明の時に使う文法だから、誰かにどうしてとかなんでって理由を聞かれた時とか、自分が説明をしたいっていう時にこのんですを使います。例えば、どうして日本語勉強しているのって聞かれて、日本のアニメが好きなんだよね。です。いや、日本語でアニメを見たいんですよ。趣味なんです。日本の大学に行きたいんです。っていう風に、どうしてっていう言葉に、んですを使って答える。こういう使い方が多いです。あとは、何かを他の人に説明とか紹介をしたいとき。いやね、このアニメ面白いんだよ。とか、この店美味しいんだよ。とか、これ昨日買ったんだ。って言って何かを話したい、説明をしたいときにも最後にです。だよっていう言葉を使って相手に自分の気持ちを表現します。アニメの中ではこんな風にアリスとシノンが使っていた言葉でした。アリスとシノンは初めて会うからシノンがここに来た理由をです。だけどを使って説明をしていたっ
ということですね。じゃあ次に行きましょう。次は傷だらけになっての手。あなたを助けるためにこんなに傷だらけになって敵の手から脱するための時間を作ってくれた。手っていう言葉は英語の and と似ている言葉です。傷だらけになるっていう動詞と時間を作るっていう動詞。傷だらけになって時間を作ってくれた。こんな風に二つの文章を一つにする。これが手です。例えば食べる、寝るだったら食べて寝る。二つの文章を一つの文章にしたいときに手を使います。これ今日の練習問題でも確認しようと思います。あの人を切りたいはずなのに。はずっていう言葉は自分の気持ち、意見を表す言葉なんだけど、はずはね、100% ではないです。はずっていうのは、私は80% から90% 何々と思うの意味です。だから一番近い意味だと多分。例えば、明日は雨のはずです。だったら、明日は 100% 雨ではないです。例えば、ニュースを見て、私が雨だと思っている。だから多分雨だよ。そういう時にこのはずですっていう言葉を使います。80から90% っていう意味だから、自分のしたことに自信がない時とか、覚えていないっていう時にもはずを使うことがあります。アニメではこの意味で使われていました。で、のにだね。はずなのにののに。のには、でも、but、プラス気持ちの言葉です。例えばこんな感じ。今日は休みなのに、休みです。でも、仕事がある。これはどんな気持ちかっていうと、嫌な気持ちだよね。次。さっきご飯を食べたのに、まだ食べたい。これは、プラスにもできるし、マイナスにもできる言葉。食べたいっていう、たいが気持ちの言葉だね。そして、このお店は安いのに、美味しい。でも、プラス、美味しいっていうのはプラスの気持ちだよね。こういう風に、でもプラス何か他の気持ちがあるときにのにっていうのを使います。さっきのこのはずと同じように、自分が驚いたときとか、理由がわからないっていうときにこののにを使うことがあります。アニメではこんな風に使われていましたね。あの人を切りたいはずなのに。人を切りたいはずなのにって言っていた。これ、はずっていう言葉とのにっていうのが一緒に使われているから、自分が切りたいと思っていると私が思う。多分私は自分が人を切りたい。いや、でも、こいつは切りたくない。アニメを見た人ならわかると思うんだけど、この後、この二人は、仲良くなるというか、恋に落ちるんだよね。だから、自分が切りたいと思っているんだけど、でも違う気持ちがある。それを表現するために、はずっていう言葉とのにっていうのを使っていました。クラインさんがいつものくだらないギャグをかませば、突っ込みたくて目を覚ますかも。はい。アスナが言っていた、くだらないギャグに突っ込みたくての言葉です。これ、それぞれ説明します。まず、
くだらないっていう言葉は、い形容詞で、面白くないとか、意味がないっていう時に、くだらないっていう言葉を使います。例えば、くだらない質問とかね。あとは、次のギャグだね。ギャグっていうのは、英語のギャグ。日本語だと冗談。イメージとしては、ジョークに一番近いと思います。で、日本では、この誰かがギャグを言った時に、ツッコミをします。ツッコミっていう名詞と、ツッコむっていう動詞があるんだけど、意味は、誰かが言ったギャグに、それは変だということ。これをツッコミって言います。ギャグにツッコミを入れるとか、ギャグに突っ込むっていう感じで使われます。じゃあ、突っ込むってどういうことなのかっていうと、例えば誰かがジョーク。いや、昨日100万円もらったんだ。って言ったら、日本人は突っ込みます。いや、そんなわけないでしょ。もう私は日本語を30年勉強しています。ジョーク。いや、長すぎ。こういうのも突っ込む。お腹すいた。さっき食べたのに？こんな風に誰かがちょっとジョークとか変なことを言ったら、それにリアクションをする。これが、ギャグっていうのと、突っ込みっていう言葉です。日本人は誰かがこういう風にギャグ、ジョークを言うと、必ず誰かが突っ込むっていうのでコミュニケーションをとっています。アニメの中ではいつもクラインがくだらないギャグを言う人で、本当だったらキリトがそれに突っ込みを入れる立場なんだよね。今はキリトがこんな状態なので、くだらないギャグに突っ込みたくて目を覚ますよっていう風に使っていました。どう比嘉くん、問題ない？はい。どうっていう言葉です。すごく簡単な言葉なんだけど、このどうっていうのは、what's up とか、そういう言葉に近い。相手の状態や気持ちとか評価、これを確認する言葉です。例えば、今日はどう？今日はどうっていう時には、元気です。っていうふうに言って、自分の状態、相手の状態を確認していると。あなたはどう？このどうの時には、いいと思います。相手の気持ちを確認している。先生、私のテストどうですか？このどうですかは、ちょっと間違いがあるよ。先生に評価をお願いしている、確認している。という意味になります。だから、このどうですか？どうっていう言葉は、シチュエーションで答え方が違う言葉です。アニメの中では、どう比嘉くん、問題ない？こんな風に使われていて、相手の状態、久我くんの状態を確認してたんだね。みんなはこの動画はどうですか？このどうだったら、みんなの評価。これを聞いてるんだね。なので皆さん、チャンネル登録といいねをして評価をぜひください。無理すんな、パスな。こっちにも見せ場をくれよ。最後は無理すんなっていう言葉のこのすんなっていう言葉です。これは何々な命令形の言葉なんだけど、するなと同じ意味です。動詞のするプラスな。これで命令形。で、
男の人はこのするなっていうのをすんな、なっていう風にして使います。これ命令形なんだけど、意味は命令じゃなくて注意に近いです。そんなに強い言葉ではないです。で、すんなっていう言葉の後ろによをつけて、すんなよっていう形で使われることが多いです。よく使われるのは、無理すんなよとか、いや、行くなよ、食べるなよっていう風に、こういう風によっていうのと一緒に使って、少し相手に注意をする。命令形なんだけど、注意。アニメでは、クラインがアスナに言っていました。シチュエーションでわかると思うんだけど、あれは命令ではないよね。アスナがこう血をうわーってやってるのに戦おうとしてるから、ちょっと注意。無理をするな。無理すんなっていう風に使っていました。次は語彙や表現です。言ってみればわかるか。フレンドもほとんど参加してるみたいだしな。言ってみればわかるのば。これは条件形って言って、いろいろなもしの表現です。if だね。if。で、条件形にはこんな風に言ってみるととか、言ってみればとか、言ってみたら、言ってみるならっていう風に4つ種類があります。この4つの意味を確認していきたいと思います。まず1つ目、とっていうのは A の時に必ず B。これがとっていう言葉の意味です。ちょっと動詞が違うんだけど、例えば夜になると眠たくなる。みんなも夜になる。そうすると必ず寝る。これが人間だよね。これは必ずの意味です。次、ば。言ってみればのば。これは B をするときに必ず A が必要だっていうときに使います。今回はこれだね。よいしょ。夜になれば夜ご飯が食べられる。ご飯はいつでも食べられるけど、夜ご飯を食べるのは夜じゃないとできないよね。夜ご飯を食べるには夜になる。これが必要です。これがばっていう言葉の意味。そして、たら。たらは特別な意味はないです。話すときに一番使われる言葉です。夜になったら暗くなるよね。最後に、ならっていう言葉。ならっていう言葉は、誰かにアドバイスをするとき。こういうときにならを使います。夜ご飯ならあのレストランがいいですよ。何かトピックについて話をする。これがならっていう言葉の意味です。アニメの中では、言ってみればわかるか。こういう風に使われていて、言ってみればわかる。だから、わかるためには、行くっていうのをする必要がある。こういう意味で使っていました。これ別に、行くとわかるとか、行ったらわかる。でもいいです。行くとわかるの時には、必ずわかるよっていう意味。行ったらわかるの時は、特別な意味はないです。今回は、わかるっていうのを、行くをすれば絶対にわかる。何も教えられないで、何も考えないでもわかるよっていうのを伝えるために言ってみればわかるのばを使っていたんだと思います。各駅まで降りられると思うっす。了解。そちらの準備ができ次第。次、了解。了解は
わかったの意味でよく使われている言葉なんだけど、この言葉ね、目上の人には使わない言葉なので覚えておいてください。例えば、先生が学生に、了解了解。こういう風に使うことはいいです。でも、学生が先生に、はい、先生了解です。これはダメです。わかった、了解っていうのを使いたいときには、わかりましたっていう風に言うのが一番普通だと思います。ただ、友達とはよく使う言葉なので覚えておいてもいいと思います。何のために何故に死なねばならなかったのですか？最後。アニメの中で使われる言葉の何故っていう言葉です。何故の意味はなんでっていう言葉の昔の言葉です。普通はこの何故っていうのは使わないです。こういうなんでとか昔の言葉を使うキャラクターは、丁寧な人とか真面目な人っていうイメージ。何のために何故に死アリスはですかSAO のキャラクターの中でもすごく真面目な人のイメージだよね。だからこういう何故っていう言葉、古い言葉をよく使っています。じゃあ最後に練習問題をみんなに言って終わりにしたいと思います。まず一つ目。みんなはどうして日本語を勉強しているの？これ、んですを使ってぜひコメント欄に書いてみてください。あとは手形を使って文章を分けてみましょう。私は朝起きたら顔を洗う。歯磨きをする。シャワーを浴びる。ご飯を食べる。日本の夏は暑い。風が少ない。iPhone は便利。小さい。これ、洗う、する、浴びる。暑い、少ない、便利、小さい。こういう風に短い文章がたくさんあると、あまり日本語が上手じゃない。ので、今日はこの文章を手形を使って一つの文章にしてみてください。1番も2番もコメント欄にコメントをしてくれれば、それに対してチェックをしようと思います。それじゃあ今日の動画はこれで終わりです。皆さん、いいねとチャンネル登録お願いします。じゃあ皆さん、さようなら。